はい、実シーズです。いらっしゃいませ。皆様、ご機嫌うるわしゅう。私はね、これ、春のあれをここしばらくやっておりました。なんだと思われますか？実はね、自分、花粉がダメなんですよ。子供の時は鼻炎だったんですが、もう大人になるとね、肌まで反応しちゃって、真っ赤になってガサガサになるという感じで、だからこの季節は部屋に閉じこもるしかないと割り切っておりましてですね、そんな時こそゲームではないかと。というわけでしばらくドラクエ11などをたしなんでおりましたが、もしかしたらドラクエ動画も作るかもということはとりあえず置いといて、今回はですね、とっておきのというかですね、皆さん日本にもキース・ジャレットみたいなピアノ即興をなさっている人がすごい人がいるってご存知でしょうか、ね、キースみたいなっていうのはつまりピアノに向かってその場で音楽を探っていくこと、音楽を探っていくこと、その創造の場にライブ会場でみんなで立ち会う体験をするってことということで、今回取り上げさせていただくのはウォン・ウィン・チャンさんです。よろしくお願いいたします。自分は個人的にあの方をですね、ウォンさんと自分の心の中では呼ばせてもらっております。長らくそれはね、いいのかどうかわかんないけど、とりあえず今回もそんな感じでお許しください。演奏ちょっと聞いてもらえば分かる人にはすぐ分かると思うんですけど、これねマジで本物です。真似事とかじゃないんですよ。例えばねキース・ジャレットの即興を楽譜に書き下ろしたりしてコピー演奏するみたいなことをやる人はねよく見かけますね。でもね、そうではなくて即興のスピリッツを学んで自分で演奏するって自分で即興するって人はね多くはない感じですよね。実はですね実は自分は即興ちょっとやるんですよ、ギターで。だからその気持ちはある程度わかるつもり。5回やるなんて大したあれじゃないですけど、即興ってね、多分音楽理論で考えたらできないやつなんですよ。あんまり音楽って感じですらないですよね。その心のありよう、例えば寂しさっていう感情っていうか気持ちっていうのがそこにあって、その寂しさにあった指の形がねなんとなく出てくるんです、あるんですよ。その指の形を糸口に枝葉をつけていくっていうね、その枝葉の部分はね、この音楽的な音楽理論とかをそこではまたちょっと裏付けして展開していく部分はあると思うんですけど、まずはね、この理屈とか調とかにはとらわれない目的な指の形なんですよね。だからこの今のこの気持ち、例えば寂しさは多分 D フラットやD フラットの型これは D フラットの型みたいなねそこから移行してくるという意味で、何かから移行してきて D フラットではなくて今 D フラット、これは D フラットみたいなで、そこから枝葉がついていく。後付け、音楽的な展開っていうのは後付けですよね。その大元として今回何が表現しているの、今の瞬間何なのか、それを音にする。そこから枝葉を展開して予想して感じながら、だからその聞く我々の立場も、ここでオンさんがこの出しなさった、今これなんやなそこから展開してきたなみたいなね、そういうのをね感じながら聞いていくとね飽きないんですよ。だからこう来たら次
ああ行くなって予想しますよね。こっから来て行ったら平凡だから、じゃあこっち行くなとかって思うでしょ5回に1回ぐらいねその予想は当たるんですけどね、それ以外は外れるんですよね。で、さすがウォンさん、そうきますか、懐深いなとなる。この聞き方はね面白いんでおすすめしたいね。もちろん世の中にはすごい演奏家さんがたくさんいらっしゃって、有名な方もたくさんいらっしゃいますけど、でもね30分以上の即興演奏を人前で行って発表している人って多分多くないですよね。即興ってモーツァルトやベートーベンはなんか普通にやっていたことらしいんですけど、今のクラシックの演奏家で例えば30分以上の即興ライブさあどうぞって言われてはいはいやりますってできる人っていらっしゃるんでしょうかね。ほとんどいないと思うんでしょう。どうでしょう。そういうめちゃくちゃすごいウォンさんでありながらご本人はこれがね至って普通なんですよ。謙虚ですらない普通です僕もねかつてメールで感想を送ったことがあるんです、直接ね。でそしたらライブですごい良くて涙が止まらなくなったですよとかって書かせてもらったら、そしたらね本当にね普通にね一人の音楽仲間みたいにご本人からメールの返事くださってね、何回かやり取りしてね、いやいやこの平常心むしろ危険だぜとまで思った。はいすいませんさて簡単にねウォンさんはどのような方なのか説明もちょっとさせてください。お名前の通りお父さんが香港出身の方だそうです。でもご本人は日本で生まれて日本で育っていまして、実は僕はウォンさんのお父さんのお店に行ったことあります東京の90ビル、今建て替わっちゃったけど昔東京駅の正面にあった90ビルに喫茶店が入っていましてね、丸ビルか丸ビルじゃないかな、日比谷ビルの方か、とにかくあそこでね、喫茶店やってたんですよウォンさんのお父さんは。噂では何でも日本で最初にコーヒーを出した店っていう噂もあるけど、その真偽は分からないんですけど、そういう古い喫茶店がございまして、そこで育った。だから日比谷界隈でねウォンさんを育って、で東京音大に進むんですが、ジャズピアニストとしてプロデビューしたのをきっかけに大学は中退してしまってます。でね、このジャズピアノ時代のことは僕は全く知らないのですが、一つね大きな転機があったようです。音楽仲間が亡くなってね、その死っていうのがね、でその人を弔うような気持ちでピアノ演奏を一人で即興した。そのソロ即興が深い世界を表現していて、これは CD にもなってるやつなんですけど、ここからねなんか始まっちゃったみたいです。で、その頃からニューエイジとかヒーリングとかいわゆる音楽を制作し始めて、で自主制作なんです。インディーズでアルバムを発表しまして、そのフレグランスっていうアルバムが口コミでねかなりのヒットになりまして、FM とかも流れて、で独自のスタイルが確立されたということです。でね、ウォンさんはずっと今でもその自主制作したアルバムが売れてあってもずっとね自主レーベルにこだわり続けて、どこの事務所にもね所属したことがないんですよね。だからそういう意味ではねアマチュアとも言えるんですよ。一般広告なども全くないし、音楽雑誌で取り上げることも基本的にはないので、本当知る人ぞ知るっていう感じですよね。
でもすごくいい作品をたくさん作っているので、例えば NHK にはよく知られていて仕事の依頼が多いみたい。番組のテーマ音楽などもね、美しいものを結構たくさん手掛けていらっしゃいますよね。で、僕がウォンさんのライブによく行ってたのは大体ね、東日本大震災の前くらいが多かったと思うんですけどね、その頃のライブっていうのは、今もそうなのかもしれないですけど、前半と後半で内容が異なるんですよ。前半はヒットした馴染みの人気曲とか NHK で放送された曲なんかをウォンさんが演奏する。で、休憩に入ってその後プログラムは空白なんですよ特にないんですよ丸ごと今日の即興って感じですよね。でね、この即興についてウォンさんね、ピアノに座るとまず自分でね、客席に向かってマイクを持って説明するんですよ。これから後半は即興ということですが、どうぞ楽にしてください私もすぐには弾き始めないです。だいたいいつも瞑想してそのうち演奏が始まるということで、10分ぐらい音がないかもしれません。そんな無音が続いたら皆さん眠くなっちゃうかもしれません。いいんですよ、眠くなったら寝てくれてって会場でわーって笑ってねどうなるか分かりませんが始めていきますか。まずは瞑想からです。ではつってね、マイクのスイッチを切ってマイクをピアノの脇に置いて、で目をつぶってちょっと長めの白い髪をこうゆらゆら、体もゆらゆらさせて、でね、シーンとした無音が続くんです。でもかすかなね、空調の音がね、もうはっきり耳に聞こえてくるぐらい会場の静寂がカーッとなってるところからなんですよ。でもね、僕が行ったライブではその無音は長くは続いてなかったですね。なんかね、やっぱね、音は出てきちゃうって感じこう無理くり探り当てるとか絞り出すっていうよりも、もうね、最初から出たい音がそこに、今日は僕この音出ますんでよろしく皆さんみたいなもう初めまして、今日の音は僕ですっていう感じの音がね、もうポロポロと出てきちゃう。でね、ウォンさんの演奏はヒーリング系って言われる通り優しくて美しいんだけど、でもそこにはね、大概とても孤独な音が含まれてるんですよね。もちろんその香港の出身のお父さんということで日本で育つ中で強い孤独を感じた部分もあると思うんですけれども、その孤独をウォンさんは隠さないですよね。でね、それある意味さ、親しい人たちへの裏切りとも言えますよね。あんなに親しくしてたのに嘘なのか、お前実はこんなに孤独だったのかってね。でもね、なんですよ。その孤独を理解して共有し合える人たちこそがこの音楽に集う仲間であり、多分人間という生き物の本質の一部でもあると僕は思いますね。だからね、もしですよ、その孤独さっていうのが共感できないなら、この音楽のおすすめは難しいとなるべきなのかもしれないですね。例えばね、ちょっと話はずれるんですけど、人によっては心の基本的な立ち位置が孤独ではなく恐れという人もいらっしゃるみたい。なんかベーシックな恐れがあるから頑張るし、恐れがあるから周囲をよく観察して理解して積極的になるとかね。でね、その恐れについて正直に語ってくれた人がいたんですけど、僕は申し訳ないですけどね、そこはあんまり共感できなかったんですね。僕
僕はどちらかというとやっぱり周囲に対しては恐れというよりは、僕がベーシックに感じるのは孤独ですよね。恐れを感じるほど周囲とねコミットメントそもそもしていないっていうかねできてないっていうかね。今回おすすめする動画のタイトルは神羅の瞑想、森の羅、神羅の瞑想7、いいんですよねこれですね、ということになってます。今年2024年2月のライブ前のリハーサルを収録したものです。でね、リハがすごいことになるってありますよね。有名なやつ、フルートベングラのバイロイトの大工とかありますけどね。この動画はもちろん7番目っていうことで他もあるんです。ただどうでしょう、それぞれいろんな場所で、釧路の番とか回とかもありましたよね。北海道いくつかあったみたいだけど、いろいろあるけど、出だしのつかみの部分のね、テンションの高さ、この7番ってすごいと思います。ちょっと正直えぐいぐらいすごいと思った。これぜひ。でね、こういうのを聞くときねその実際のライブ会場でオンさん自身が語っていた通り、もうね、寝てもいいやくらいの気持ちで頭をねこう後ろに、ヘッドレスト、椅子の後ろにも乗せ垂れかかって、天井でも眺めながら聞くのがねおすすめです。もちろんねこのすいません、この動画の桜とか木々の映像すごい綺麗なんで、もちろんそれも見るんですけど、ただこの音楽の答えは多分桜にはないと思います。音を聞いて天井の模様でも見ながら自分自身で立ち会って感じていくことがいいと僕は思いますね。でね、途中32分ぐらいのところかな、一旦終わる雰囲気になるんですよね。一度終わったでね、そこからね、そのゼロになったところからまたね即興らしくね新しいものが生まれてくるんですよ。そのね再生っていうか誕生の瞬間っていうのはね、やっぱ即興演奏の醍醐味ですよねと僕はもう強く思います。すごいっす。では神羅の瞑想7、ピアノウォンウィンサンさん、この動画は50分あるので、とりあえずね触りだけ確認してもらって、ゆっくり聞くのは時間のある時でということでいいと思います。日本にもこんな素晴らしい本物の即興演奏があるということをぜひ知っていただけたら嬉しいと思います。ありがとうございました。実習でした。